バッチです。さあ、今週も、毎週土曜午後9時半からの玩具レビュー生配信の方を始めさせていただきたいと思います。イェイ。いやー、始まりました。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。いやー、やれやれ。ちょっとですね、今週もなかなか大変なね、一日を送っておりまして、いやー、ここに来るまでね、かなり大変な状態でした。いや、先週はね、申し訳ございません。お休みさせていただきまして、ちょっとね、投稿とかで告知していました通り、毎年ね、参加しております、ミニプラオフ会の方に参加しておりまして、はい、その格好でね、関係でちょっと、生配信の方はお休みさせていただいておりました。ね、例年にね、習ってですね、非常に盛り上がった、いい、オフ会だったな、ということで、はい、すごく楽しい時間でした。ミニプラオフ会はね、食玩系のロボ玩具を、持ち寄るという、持ち寄ってね、みんなでワイワイお話をするという会なんですけれども、はい。だから別に改造とか塗装とかっていうものは別にレギュラー、特になくですね、ただ食玩をね、持ってきて、めでればいいだけっていうことですので、非常にね、この、ハードルがね、敷居が低くてですね、参加しやすいオフ会になっております。僕はですね、毎回ですね、このミニプラオフ会に間に合わせるように、ちょっとガチ制作をね、頑張って完成させて持っていくっていうね、そういうことをね、毎回やってたんですけれども、今回はね、ちょっと投稿の方にもね、出させていただいたんですけども、ギャバンインフィニティの、コスモギャバリオン。コスモギャバリオンね、プラデラネオの、コスモギャバリオンを、はい、ちょっとガチ制作してですね、さらにね、ちょっと改造を施しまして、各ね、出ました、オプションマシンの全合体、フルアーマー全合体バージョンのですね、はい、コスモギャバリオンをね、作って持ってったんですけれども、いやー、ちょっとね、間に合わず、塗装がね、ちょっと中途半端な状態のところで止まっちゃってまして、でもまあ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 、見れるところまでやれればいいかと思いまして、ちょっと、完璧ではなかったんですけども、そちらを持っていきました。ね。引き続きね、そちらは完成まで持っていきまして、はい、そうしましたらね、生配信なり動画なりでですね、発表できたらいいな、なんていうふうに思っております。いやー、ちょっとね、毎週、ちょっとこの生配信でですね、はい、口がね、回るまでにね、ちょっと時間がかかるので、このアルコールなどをね、ちょっと飲ませていただいて、このね、ほろ酔いのアルコール成分が、体にね、染み込むまでの時間っていうものがありましてはい、その間ね、ちょっとこのような形で取り留めのないお話をさせていただいております。あ、コメントいただいてますね。チワさん、こんばんは。先週ぶりです。あ、チワさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、本当ですね。非常に先週は楽しかったですね。そちら、先ほど言ったミニプラオフ会にね、チワさんもね、スネマスさんもいらっしゃってたので、はい、非常にね、楽しく、はい、オフ、えっと、現地でね、直接お話しさせていただいて、非常にね、楽しい時間でした。ね、チャーさんもスネマさんもめちゃめちゃ遠いところから来てるから、すごいですよね。一泊とかして来てらっしゃるみたいなんで、いやー、素晴らしいなと思いました。スネマさん、こんばんは。同じく先週ぶりです。スネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやね、ほんと。結構ね、
始まる前はね、まだかな、まだかな、なんていうふうに思ってましたけど、もうね、やっちゃうとあっちゅう間に終わっちゃうんですよね。いや、でもなかなかね、ああいう機会っていうのはないですからね、リアルにね、人とね、お話しして、玩具のお話をする機会なんていうのはほぼないですからね。そういう意味では、すごく貴重な場所だな、なんていうふうに思います。いやー、でもね、なんだろうな。やっぱりね、結構、なんだろう、年を取ったのか、あの、結構ね、飲み会とかでいるじゃないですか。あのね、たどれぐらいだろうな、1時間か2時間ぐらいするとですね、ちょっと体力が持たなくなって、しばらくね、ちょっとミュートになるね、時間が必要になってくるんですよね、おじさんになってくると。いやー、だからね、結構ね、居酒屋で、しかも、居酒屋で座ったところがね、すごく、狭くて、あの、ちょうど僕が一人座った分ぐらい、ギリギリぐらいの幅しかなかったもんで、結構ね、で、しかも寄りかかるところがなかったんで、いやー、ちょっとね、体力的にちょっときつかったっていうね、飲み会で。だからね、おじさんになってくると、やっぱね、こう、寄りかかれる場所が欲しいですね。飲み会になった時はね。うん。という、なんかちょっとね、微妙に、体がきつかったというね、そういう話がございました。スネマさん、まともな、ノーマルなコスモギャバリオンがほとんどなかったオフ会でしたね。本当でしたね。結構ね、ギャバリオンね、ミニプラのギャバリオンとかを作ってね、持ってこられていた、方が結構いたんですけれども、あとね、砂山さんもチワワさんもね、ギャバリオン持ってきまして、制作されたやつね、持ってきて、すごい素晴らしい、めちゃめちゃ素晴らしいね、作品を見せていただいてね、非常にこう、楽しかった。あ、そうだ、僕のね、ツイッター X とか、投稿でもやったかな、投稿でも、ね、3人のギャバリオンを撮った写真を掲載しておりますので、もしよろしければ、ご覧になっていただければな、なんていうふうに思うんですけど、結構ね、コスモギャバリオン作って来られた方多かったですね。まあ、その中でもね、ちょっとスネマさんはちょっと一色でしたね。ちょっとね、女子力高めでね、うん。非常に女の子がね、ちゃんと変形するというね。だからね、スネマさんのね、お作りになったコスモギャバリオンが、もう、完全な女の子でして、その女の子の状態でね、さらにこの宇宙船、スペースビークルモードにちゃんと変形するんですよ、女の子が。ただね、変形仕様がね、股間をね、思いっきり前に向けるっていうね、変形工程になりますので、ちょっとね、スペースビークルモードの時はね、非常にちょっと卑猥な感じになっていてね、非常に大変な、コスモギャバリオンだったんですけれども、非常に素晴らしいアイディアだったなと思いました。チェアさん、素材がいいってことで一つ。チェアさんはね、ちょっとね、ギャバンの、コスモギャバリオンの、テイストをね、変えて、えっと、あれですね、ダイレオン。うん、ジャスピオンのね、ダイレオン風にシルバー統一の、はい、テイストで、ちょっとね、いろいろ、チワさんの、考えたね、一番かっこいいであろうというね、武装なんかも追加したものを、はい、作られてらっしゃいましたね。また、宇宙刑事のね、特有の、上下合体、タンクとジェットのね、上下合体みたいなのも、
作ってね、もう完全なる宇宙刑事仕様という感じに、作られてらっしゃったんで、非常にね、良かったなと思いました。あと、騒動みたいなやつ、誘導みたいな、やつね、の、ギャバンインフィニティを改造してね、スピルバン風に改造されてらっしゃいましたね。うん。あれもね、すごくね、凝ってて、めちゃめちゃすごいなと思いました。でもね、ジャスピオンのね、黒崎さんが、ね、の訃報が、はい、昨日か一昨日出ましたね。非常にこう、ショックで、ね、X もね、すごくこの、その黒崎さん関係の、ね、ポストがめちゃめちゃ流れてましたね。大レオンも出てて。で、オタファさんも多分、ね、それに、起因してか、超合金魂の大レオンの動画とか出してらっしゃいましたよね、確かね。僕もね、実はちょっとそこまで世代ではないんですよ、実はね、ジャスピオンって。僕の時はもう本当、バチッとハマったのは、シャリバン・シャイダーの時なんですよね。シャリバン・シャイダーだったんですね。うん。ジャスピオンね、微妙にこう、でもロボットはもちろん知ってますよ。ただ、リアタイはしてないというか、そういう感じの微妙な、あの、感じだったんですよね。だから、そうそうそう、大レオンは、まあ、いとこが持ってたんですね。当時の超合金を。で、それを遊ばせてもらっていたっていうのがあって、非常によく知ってるんですけど、まあ、特撮の方は見てなかったので、なんですけどね、後年、やっぱりね、この宇宙刑事シリーズっていうのの偉大さみたいなのを改めてね、振り返った時に、まあ、ジャスピオンとかスピルバーもね、ちょっと当然拝見させていただいて、いやー、めちゃめちゃ素晴らしいですよね。でまたね、今度ね、ギャバンインフィニティがもうね、終わっちゃうんですよね。で、新しくね、オメガホーンっていうね、新しい、シリーズがまた始まるんですけど、これがね、モチーフとしてはジャスピオンなんじゃないかなんていうね、居住特捜的なね、モンスターをね、やるからっていうんで、だからね、今年こそ、なんかこうね、ジャスピオンがもう一度リバイバルフューチャーされるような年なのかっていう年に、ね、よりにもよってね、しかもまだお若いんですよね。まだ60代とかなんですよね。いやー、早いなー。ちょっと早すぎますね。などというね、ちょっと非常にこう寂しいお話からスタートしてしまうんですけれども、ちょっとショックでしたね、僕も。チアさん、黒崎ひかるさん、亡くなったのショックでしたね。でも、主題歌やエンディングを聞くと前向きになります。まあね、黒崎さんはジャックですね。ジャパンアクションクラブの、俳優さんで、まあ、すごくね、アクションが得意なアクション俳優さんで、真田広之さんとかの後輩にあたるんですね。で、結構ね、その中でも結構有望株だったので、いろんな、90年代の、映画、ジャックが、仕切ってる映画ではね、結構主演をね、何本も務められてて、で、どれもね、やっぱコメディタッチが多いんですよね。だからコメディタッチの、アクションが必要な作品なんかで主演をなさってる感じだったんですよ。だからジャスピオンが始まる前にもうすでにね、映画2本くらいね、主演されてた方なんですよね。だから、なんだろう、特撮を登竜門にして売れた方じゃないんですよね。もともとそもそも売れてた方が特撮の主役に抜擢されたみたいな、あれです。ライブマンパターン。
ね、ライブマンもそうなんですよね。今までは結構ね、ジャックとか、そういったね、アクション系の、うん、俳優さんが、オーディションで受けられて、それでスーパー戦隊とかを、はい、担当されるっていうパターンが多かったんですけど、ライブマンは、あの、その当時でね、10作品目っていう、記念すべき年っていうことで、マンネリをね、打破するために、その時にね、思いっきりいろんなものを、変えるってチャレンジをされた、作品だったんですよね。なので、オーディション形式で、無名のね、まだ無名の、アクション系が、できる俳優さんを選ぶっていう、今までのパターンを変えてですね、もうすでに、ドラマとかで売れて、名前も顔もね、世間に知られている俳優さんを、はい、起用するっていうね、やり方をやったんですよね。だからそれに近かったのかもしれないですね、ジャスピオンも。という意味でもね、非常にいろんな意欲作だったんですね、ジャスピオンって。で、黒崎さんがね、結構コメディタッチの作風を担当されることがね、多かった。どちらかというと3枚目の感じのキャラクターだったので、やっぱりジャスピオンもね、ちょっと明るく楽しい感じの、ちょっとコメディタッチな部分が多い、作品だったんですよね。で、しかもね、いろいろね、今までの、こう、スーパー戦隊とか、ね、仮面ライダーとか、メタルヒーローとかのね、常識をね、ぶっ壊すような、そういうね、意欲的な、こう、ところも多かったんですよね。だからね、ジャスピオンっていうのはかなりこう、改作というか、ね、変身シーンも、変なね、変身ポーズとか取らないんですよ。あの、流れの中でスッと変身しちゃうとか、あとはね、やっぱ大レオンですよね。大レオン。大レオン、メタルヒーローシリーズのロボットって、どちらかというと、こう、あんまりこう、ヒーローロボしてない感じで、あの、変形したらそんなに動くことなく、ビームとかを発射して、巨大な敵を倒すっていう感じの、使われ方だったんですけど、ジャスピオンからはそれ全部ぶっ壊してですね、めちゃくちゃ動くんですよ。ロボの状態でめちゃくちゃアクションしてね、ぶったり蹴ったりすごいんですね。飛んだり跳ねたり、ジャンプキックしたりですね。すごいんですよ。格闘戦がメインのロボなんでそういう意味でも、今まで、ほぼほぼ動かなくて、ビームで戦っていたような作風だったのに、ジャスピオンからはですね、むしろスーパー戦隊とかよりも全然動いて戦ってたんですよね。そういう意味でもすごく新鮮な、型破りなね、作風だったなぁなんていうふうに思います。超合金魂の大連欲しいなぁ欲しいなぁ高いんだよね。弾数もそんな出てないしさ、箱付きでね、パーツ完品とかって言ったらね、めっちゃくちゃ高いんだよね。だけどね、超合金魂いいんだよ。マシンとかもさ、すごくね、精巧に作られててね、ちゃんと搭載できるし、だから、超合金魂のね、大レオン欲しいな。あと、超合金魂でさ、あれもね、グランドバースとかもう出てましたよね。なんかね、試作の段階のやつね。あれ、どうなっちゃったんだろうね。欲しいんだよな。グランドバース。あと、あれね、バビロスね。グランドバースとバビロス、超合金魂ね。あと、グランナスカとね、
そしたら、そのタイミングで大レオンも再販かかってくれないかな、なんつってね。そしたらね、そこら辺までのメタルヒーローのロボをめちゃめちゃ集めたいな。超合金魂出してくんないのかなちょっと、ちょっと考えてほしいですね、バンダイさん。いやー、だんだんこう、体が温まってまいりました。いやー、ここ最近ね、かなりこう、大変なこと続きだったんでね、ちょっと体とね、精神がこう、ボロボロの状態でめちゃめちゃへこたれてたんですよね。いやー、だからこう、毎週土曜のね、このおもちゃで遊ぶという、この時間で、心と体をね、ちょっと潤したいな、なんていうふうに思っております。やっぱりね、生配信してね、玩具を触るという習慣が、今ね、幸いにもできてるんで、うん、やっぱこれかなり精神衛生上いいですね。うん。これはね、かなり精神衛生上素晴らしい時間だな、なんていうふうにね、思ってます。1年1年半くらい続けてるんですけれども、うん。いや、これはね、なかなか素晴らしいです。ただね、やったはいいんですけどね、片付けないんですよね、僕が。だね、散らかるに散らかりっぱなしなんですよ。ね、だからね、こう、まだ生配信したいようなね、玩具がいっぱいあるんですけど、まあ、いかんせんね、片付けないからもうね、スペースがどんどん侵されてるんですね。ちょっとね、そろそろ頑張って片付けなきゃいけないな、なんていうふうに思ってるところでございます。さあ、ということでですね、はい、今回、だんだん体が温まってまいりましたので、玩具レビュー生配信始めたいと思います。さあ、今回ご紹介するのはこちら。はい、POP、パワーオブザプライムスから、ロディマスコンボイだイェイロディマスコンボイ、ロディマスプライムですかね。うん。はい、こちらの方をレビューさせていただきたいと思います。ね。ちょっとね、今回はね、かなりね、生活が逼迫していたもんですから、直前までね、何するかっていうのをね、ゆっくり決める時間もなくてですね、あの、事前予告はできなかったんですけれども、今回はこちらのパワーオブザプライムのロディマスコンボイ、こちらの方をいじって遊んでいきたいと思います。いや、これね、手に入れたはいいもののね、ずっとね、開封せずに、そのまんまにね、してたんですよね。うん、だからね、遊びたいと思ってたんですけど、うん、いよいよ生配信をすることに過去つけてですね、はい、遊ぶことができましたので、非常に素晴らしい。ね。こちら、パワーオブザプライムス。ね、これ、なかなかね、面白いシリーズで、まあ、こちらのね、ロディマスコンボイっていうのは、トランスフォーマー、日本で言うとね、トランスフォーマーのね、第2弾みたいな、第2弾、第3弾あたりのですね、2010とか、映画版のトランスフォーマーから、出てきたですね、コンボイ総司令官を継ぐですね、2番目の総司令官ということで、はい、登場しました、ホットロディマスとロディマスコンボイですね。もともとホットロディマスっていう、はい、トランスフォーマーが、コンボイからマトリックスを継ぐことによって、ロディマスコンボイに、進化するんですね。で、これがね、すごくね、特殊で、ホットロディマスの時は若いんですけどね、ロディマスコンボイになるとおじさんになるっていうね。すごいね、特殊な感じなんですよ。ね。でね、なかなかまあ、トランスフォーマーってそもそもね、ダイアクロンのカーロボットシリーズのアメリカ反則アニメだったんで、もともとが実在する、車からロボに変形するっていうのがコンセプトだったんですよね。で、それが 201O から、メインの、キャラクターたちが全部ね、アメリカが、主導して作ったんですよね。で、アメリカハズブロがデザインしたんですよ。アメリカ人のデザイナーがデザインして。
で、それを宝に出すんですね。イメージボード。で、宝に渡って、その宝に、これでおもちゃを作りなさいっていうふうに言われて、宝の方が設計して、おもちゃを作るっていう、そういう形態で発売された、はい、トランスフォーマーなんですけどね。でその格好で、ビークルがですね、実在する、あの、車じゃなくて SF チックなね、かっちょいい車になってるんですね。うん。なんかちょっとエクスカイザーっぽいですよね。当時もね、このホットロディマスのこのビークルモード、スーパーカー的なやつね、すごくかっこいいなと思ってました。うん。スタイリッシュでね。前がね、コンボイ総司令官がね、もう普通にトラックだったんで、いや、この、ホットロディマスのね、このスーパーカーはね、めちゃめちゃかっちょいいなぁなんていうふうに思いますね。あ、ホットロッドか。ホットロッドの。で、本来は、もともとはですね、ホットロッドとロディマスコンボイってのはまあ、ただ進化したっていうだけなんですね。おじさんになっちゃって、老けたって感じなんですけど、だから、当時のね、玩具は、ホットロッドとロディマスコンボイは全く別の玩具だったんですよ。うん、2種類の玩具が出たって感じだったんですけど、このね、パワーオブザプライムスってね、面白くて、それをね、新解釈して、ホットロッドが合体することによってロディマスコンボイになるというね、巨大合体してパワーアップした姿っていう風な新解釈になってるんですよね。で、これ他にも、コンボイ総司令官もそうで、コンボイ総司令官がね、もともと、セイバートロン製の時にいた姿のオライオンパックスっていうやつがいいんですけど、このオライオンパックスがマトリックスの力を使ってコンボイになってるんですね。総司令官コンボイ。で、それ、パワーオブザプライムスのね、POP 版は、これもね、巨大合体で表現してるんですよね。うん。だから、スーパー人雷的な合体をしてですね、オライオンパックスから、コンボイ総司令官に合体すると。で、それのリデコ商品として出たのがスターコンボイで、これは、以前、生配信でね、ワイワイ、ちょっとレビューさせていただいたんですけど、はい、そちらの元になったものがコンボイのね、やつなんですけど、まあね、出た時はね、非常に紛糾したんですよね。レジェンズ版だったっけの、人雷が、合体機構をオミットしちゃってたんで、人雷は、コロボからの巨大合体をオミットしてるのに、POP のコンボイは、そんなね、そんな機能なかった、元はなかったのに、人雷のね、スーパー人雷の合体機構を入れやがって、逆だろうっていう風にね、怒る人が多かったっていうね。うん、僕もその口だったんですけどもでもまあね、なかなか面白いですよね。本来、ね、ただ変身して進化するだけっていう設定を、ちゃんとね、合体して変化するっていう形にね、整えてきたってね、解釈してきたって、この解釈を僕は非常に好きですね。うん。素晴らしい解釈だなと思いました。うん。ということでですね、ちょっと早速いじってまいりたいかななんていうふうに思います。はい。こちらね、今ございますのは、ロディマスコンボイですね。ロディマスコンボイ状態のビークルなんですけど、ちょっとその前にですね、先にホットロディマスの方で遊んでいきたいなと思います。よいしょ。で、これを外すと。はい。で、これをこうして、はい、分離できました。こちらが、ホットロッドですね。パワーアップする前の
若きサイバトロン戦士であります。ホトロトですね。あれ、ちょっと、微妙に噛み合っていない。よいしょ。あれ。はい。OK ですかね。はい。こちらが、はい。まずはこちら。ホットロトだイェイまずはね、こちらのホットロトのビークル形態。こちらの方からやっていきたいなと思います。ね、先ほども申し上げました通り、元になっているね、デザイン元の、車が実在している車じゃなくてね、SF チックな、スーパーカーになってるんですね。うん。だから、すごくね、こう、まあちょっとね、90年代、80年代あたりのスーパーカー、考える一番かっちょいいスーパーカーみたいなね、ミニ四駆的な、感じの、かっこよさ、男の子のね、かっこいいが詰まってそうな感じのやつですごくいいですね。エクスカイザーのね、変形するビークルにもちょっと通ずるような、そこにね、血脈が流れてそうな感じの、いや、非常にね、かっこいいビークルじゃないかな、なんていうふうに思います。またね、作りもなかなか面白くて、ここちゃんとキャノピーがクリアパーツっていうのはね、非常にいいですね。豪華な感じがします。うん。各所ね、かなりかっちりまとまっておりまして、変形する際もね、結構、カチッと、変形ね、ちゃんとまとまってくれるので、すごくこう、手触りとしてはすごくいいですね。これって、無理か。そうだね。まあ、ちょっとね、押村がこれパカッと開いて、中にね、ダイアクロン隊員とかがね、乗せられたら最高だったんですけど、ちょっとむずいですね。ここパカッと開けて放り込むことができればいいんですけど、ここでね、足をね、かなりきつくロックしてるので、ここでパカパカ開けて中にこう放り込むってことできないんで、ちょっと残念ですね。せっかくクリアパーツなのに、大百の単位が入れられないとは。まあでもね、そうそうそう、201のメインキャラたちはね、宝が、玩具制作を担当してるんですけれども、メインデザイン、元のデザインは全部アメリカさんが作ってるものなんで、もう結構ね、投げやりだったみたいですね。デザイナーにそもそも変形ロボをデザインするノウハウがないんで、だから、このビークルのデザインをして、変形後のデザインをしてるんだけど、あの、どう変形するとか、どこのパーツがどう移動してこうなるとかっていう仕組みは考えないんだそうですよ。だから、変形前と変形後のデザインだけやって、あとどうやって変形するかお前らが考えろっつって宝に丸投げするというね、ちょっと鬼畜な、仕事の投げ方をしていたらしく、まあ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 ね、黄色人種を非常に下に見る白人的なやり方だなぁなんていうふうにはちょっと思うんですけれども、そんなこんなでね、作られた、ビークルなので、まあね、G1 の時のね、ダイアクロンカーロボットシリーズをそのままそっくりね、持ってきたトランスフォーマーたちから比べるとですね、そういったね、ダイアクロン単位をね、中に載せるとか、そういう機能はね、やっぱりないんですよね。うん。もともとそんなものは備わっていない。そういう感じになっております。いや、でもね、でも、この変形する前のこのビークラ、僕はね、すごく好きなんですよね、昔から。かっこいいですよね。うん。ミニ四駆っぽくて。めちゃめちゃかっこいいなと思います。ウィングとかもね、ついていて。これはね、めちゃめちゃ僕は好きです。いっぱいいただいてますね。チュアさん、ちなみにオフ会の次の日、スピルバンのガイオスをゲットしました。
あれですね。なんかね、中野に行くとか言ってましたもんね。あ、そうなんだ。あ、それはおめでとうございます。ね、ガイオスいいですね。あの、ガイオスってその、スピルバンの、戦車で、上がね、分離して、戦闘機になって、下がね、戦車になるっていうね、やつなんですけど、それをね、チェアさんが、それっぽい感じのやつを、作ってらっしゃったんですよね。今回の、キャバンインフィニティのマシンたちで。それをね、元になったやつを、手に入れられたということで、非常にこう、それはね、めちゃめちゃ、天の巡り合わせですね。素晴らしい。あ、チェアさん、このロディマスコンボイ好きです。ね。やっぱりこう、全然別々のトランスフォーマーが合体する同一人物だっていうことと、さらにね、変身を合体で表現するっていうね、これは非常にいい解釈ですよね。うん、僕も大好き。おとかめライダーセーバーさん、俺合体研究所さん、よろしくお願いします。ロディマスコンボイかっこいいです。気に入っています。スターコンボイかっこいいです。シナかっこいいです。気に入っています。ロディマスコンボイ、変形前かっこいいですね。あ、おとかめライダーセーバーさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。そうそうそう、いろいろね、やっぱりこうね、見た目はね、変形を考慮しないでデザインしただけあってね、すごくいい感じですよね。うん。まあ、昔のね、僕が小学校の頃の、なんかかっこいい車っていうのの感じをね、非常によく表してるなっていうふうに思います。このカクカクした感じがね、すごくいいですね。あと、シャープね。イタリア車みたいな感じのね、シャープなラインっていうのが非常に素晴らしいですね。はい、おとかめライダーセーバーさん、トランスフォーマーのコンボイは後に復活して帰ってきます。後のビーストウォーズメタルスのコンボイの復活に受け継がれていますね。すみません。知っていて少しだけ見たことはあります。いつか再放送やったらトランスフォーマーシリーズすべて録画しながら見たいですね。あ、なるほど。うんうん。あ、そうですね。うん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 。そうそうそう。トランスフォーマーね、結構ね、あの、死んだかなと思ったら、速攻生き返ってみたりね、コンボイ自体もね、そもそも元々のテレビシリーズの中でもうバラバラにね、ぶっ壊されたりして、頭とか腕とかちぎれて、で、それをみんなでかき集めてくっつけてまた直すとか、そんなね、ストーリーとかもあったりしてね、あんまりね、こう、死の概念っていうのがものすごくね、あれなんですよね。あやふやなんですよね。うん。だから、何をもって死なのかっていうのはよくわかんない感じなんですけれども、うん。でもそうなんですよね。復活しますからね、トランスフォーマーもね。だからそういうの結構トランスフォーマーシリーズって、えぐいぐらい、あやふやなんですよね。あの、トランスフォーマービクトリーのね、ビクトリーセイバーに合体する、スターセイバーに合体するビクトリーレオもね、もともとそもそも、前作のね、ゴッド人雷の生まれ変わりだったりしてね。うん、なんか、ちょっとショックでしたけどね、あれはね。結構ね、ショッキングなことがね、トランスフォーマー、なんかさらっとやってくれるんですよね。なんかこう、生死の概念がすごく薄いというかね。なんかこう、人の尊厳とはみたいな感じに、ちょっとね、考えさせられてしまうところがあるんですけれども。そうですね、トランスフォーマーもね、うん、一気に見たいなっていうのはありますよね。うん、僕もね、昔の、ね、201はね、ちょっと微妙なぐらいしか見てないんですけれども、うん、だからやっぱ僕はやっぱりヘッドマスターズからですかね、ちゃんと見てたのは。だからヘッドマスターズとか、うん、まあ、201も、ね、結局あれが好きだったんで、メトロフレックスがね、僕の中ではもう魂の基地ロボだったんで、うん、だからやっぱそこら辺の、うん、
楽しさみたいなのあったので、すごくね、印象というか、思い出に残っているシリーズですね。うん。だからね、うん。やっぱこう、ちょっと折を見てね、もう一回、ヘッドマスターズとか、ね、あの、超人マスターフォースとかね、うん。あと、ビクトリーとかね、ここら辺ちょっと見直したいな、なんていうふうに思いますね。うん。チャーさん、自分はビーストですが、ドストライクなので好きなのはビクトリー。あ、そっかそっか、ビースト、そうですね、ビーストあたりですよね。うんうんうん。まあ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 、でも、そうですね。やっぱり、マシンから変形するっていうのは、やっぱトランスフォーマーの中で王道ですからね。うん。やっぱりこう、まあでも、あの、動物が変身するっていうのもね、すごくいいんですけどね。やっぱ、うん、王道って言ったらやっぱマシンからの変形の方がなんかこう、燃えるものはちょっとありますよね。なので、もうビクトリーなんてね、もうバリバリですよね。ロードシーザーとかはさ、スターセイバーとかもう最高ですよね。ああ、そうね。ロードシーザーも欲しいんだけど、あれ、ロードシーザーね、出ないんですよね。だから、ロードシーザーもこういう感じでね、リメイクしてほしい。マジで。さあ、ということでですね、まずはトランスフォームして、遊んでいきたいと思います。はい、こちらのホットロッド、トランスフォームしていきたいと思います。まずは、横のマフラーですね。このマフラーが、はい、ロックされてますので、解除しましたら、はい、内面にこう畳みます。はい。はい、そうしましたらですね、ここのね、ロックがかなりね、きつくなっておりまして、で、ここね、特殊な感じなんですけど、こういう風にね、内にこうひねると、はい、解除されます。こことここの2点止めなんですよね。グッグッっていう感じで挟まってるので、外すときはこう内面に、入れて外すと。こういう感じになっております。はい、そうしましたら、後ろのカバーを上に上げておきます。はい、そうしましたら、こちらのフロントガラスごとぐるっと回転しまして、で、こちらですね、腕。こちらの腕は、ここがロックされているので、一旦外しましたら、下にずらします。よいしょ。はい。こんな感じにすると、ここにもロックがあるので、これも外れます。はい。そうしましたら、こちらの、パネルを開きましたら、はい。このフロントのパーツをちょっと浮かしまして、くるっと回転。と頭部が出てきますので、こちらをセット。そうしましたら、後ろをまた開きまして、ここでロック。はい。そうしましたら、こちらからつま先を展開しまして、各部をちょっと、整えましたら、さあ、これで完成。ホットロッドだイェイおー、変形できました。トランスフォームしました。ホットロッドです。おー。昔のね、ホットロッドは、まあ、もっとね、めちゃめちゃね、シンプルで簡単な変形だったんですね。なんかね、すげえ簡単なんですよ。やっぱり201O の時の、トランスフォーマーたち。だけどね、まあ、さすがに結構ちょっと、その頃からすると変形がかなり複雑になってるなという印象です。よいしょ。少々お待ちください。ごめんなさい。こう買って、ちょっと待ってください。あ、OK。ここで、こう、くるっと回転するんですね。失礼しました。
でね、あんまりね、こう、稼働とかも当時はなかったんで、いや、これね、今回の POP 版のホットロッド、かなりね、動くなっていう印象ですね。当時のホットロッドから比べたらめちゃめちゃ動くなって感じです。こんな感じで、はい、肘もね、こういう感じで二重関節になってて、非常にこう、深くまで曲げられます。さすがにね、この肩のね、この、が結構上にね、長い感じのデザインなんで、ちょっとね、スターセイバーっぽい感じの肩の動かしにくさみたいなのあるんですけど、いや、それでもね、なかなかよく動きます。ね、こちらの、はい、フロントスカートも前に出すことができるので、はい、足もね、しっかりと前まで踏ん張ることができます。はい、こんな感じでね、ちゃんとポーズが取れる。これね、当時の、はい、ホットロッドを持ってらっしゃる方だったらね、結構、感動的ですね。この、ポーズが取れるホットロッドっていうのはね、すごくいいです。で、あとね、やっぱりここら辺のね、201O とかの、デザインって、やっぱり先ほど言ってるように、アメリカ人がね、考えたやつなんで、やっぱね、どことなくこう、マーベルヒーロー的な感じのヘルメットなんですよね。うん。なんかこう、すごくシンプルな感じのヘルメット。それとね、顔もね、結構ちょっとアレンジが効いた顔なんですけど、外人が好きそうな顔してんなっていうね。やっぱこう、ケツアゴというか、もうごっつりした感じの顎と、このね、この鼻ね。ごっつり出た鼻っていうね。この感じ。この感じが、やっぱりこう、外人の思うイケメンの顔なんですよね。日本人の考えるイケメンって、結構中性的というか、やっぱ女性的な感じが、美しさみたいな、それは男性にも適用されて、やっぱ男性のかっこよさ、イケメンっぷりもどこか女性味がある顔なんですよね。ちょっとスラッとして顎が細くてみたいな。だけど外国人って、エラが張ってて、もう、ケツ顎で、唇が厚ぼったくて、鼻がごっつり出ててみたいな。で、ね、眉毛も出てて、ね、目がくぼんでてみたいな。そんな感じがイケメンっていう感じなんですよね、向こうのね。男らしいイケメンっていうね。そこにヒゲが生えてたらなおよしみたいな。だからね、そういう感じのイケメンっぷりで、当時のホットロディマスは、で、これ若いんですよ。若いトランスフォーマーなんで、若々しい顔してるんですね。ちょっと幼い顔してるんですよ。若者って感じ。なんですけど、で、当時はね、もうちょっと幼かったですね。で、もうちょっとちゃんと日本っぽい、かっこよさというか、があったんですけど、この POP 版はもうまさにアメリカナイズした顔というか、外人が思う若者の、イケイケの若者の顔っていう顔ですね。という感じを受けました。でもね、やっぱりこう当時のやつを触ってましたんで、僕もね。アニメこそ見てませんでしたけど、玩具はね、触ってたので、なのでね、非常にこう、思い入れがあったので、ホットロディマスこんな動くんだっていうのはめちゃめちゃいいですね。またですね、武器も、はい、コンテナの方の後ろに取り付けておりまして、二丁拳銃ですね。2丁のブラスターを持つことができます。
よ、あ、これ結構硬。あ、できた。これもね、手持ちのブラスターにしてはね、結構でかいんですよね。この大ぶりなブラスターっていうのもなかなかかっこよくていいですね。うん。あ、すごくいいね。だトランスフォーマーでパチャ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 遊ぶっていう意味だと、まあ、小気味のいいね。対して変形の工程数も少ないし、気をつけなきゃいけないような箇所もないし、うん、遊びやすいしね。で、よく動くし、だからって変にね、プラプラするところもないし、いや、めちゃめちゃ遊びやすいですね。これは素晴らしい。うん。なかなか、このホットロディマスはちょっと遊べますね。うん。背中もね、うん、トランスフォーマーらしその当時のトランスフォーマーっぽくない、このね、ヒーローチックな、こう、背面ウィングもあったりなんかしてね。うん、なんかなかなかこう、かっこいい要素もね、かなりあるんですよね。いや、非常に素晴らしいトランスフォーマーかな、なんていうふうに思いました。うん、うん、うん。かっこいい。チャーさん、パワーオップの、メタリックシール処理が逆に当時品へのオマージュを感じて好き。あー、なるほどね。こういうメタリックシールね。あー、確かに確かに。ね、当時もね、こういう感じのね、なんだろう、テカテカシールで結構この模様を表現するみたいなのね、まあ当時からそうだったので、まあそれのね、オマージュって言われたら確かにそうかもしれない。いやー、これね、なかなか面白いですね。ああ、それ、もともとはね、ここが、その、ビークル時のボンネットなんですよ。こういう風に折りたたんで、ここに来るんですけど、このね、パワーオブザプライム版、POP 版はね、ここがボンネットなんで、そう、ボンネットパーツがね、2枚あるんですよね。だけど、こう、ロボ時にはこうやってね、ちゃんと背面のパーツで隠すので、うん。まあ、当時のね、変形のパターンを、なんだろう、ちゃんとこうね、隠して再現しているっていうね、うん、そういうところにもね、結構、うん、こだわりみたいなのを感じますね。うん。なかなか考えられてて面白いかも。はい。というのが、まずは、ロディマスコンボイでした。あ、ロディマスコンボイじゃない、ホットロッドでした。さあ、続きましてですね、はい。こちらのね、パワーアップバージョンの方をやっていきたいと思います。さあ、こちらパワーアップするのはですね、ちょっと、こうか。あれ、どうやったっけな。こうで、あ、そっかそっか、いいのか。はい。で、この、ホットロディマスが、こちらのマトリックスですね。コンボイ総司令官から引き継いだ、このマトリックス、こちらを装着することによって、おじさんに変身するんですね。うん。このおじさん化現象が、はい、ホットロッドが総司令官となって、ロディマスコンボイになったと、こういうことになるんですけれども、はい。そのためにね、今回は、こちらのコンテナの方を使うんですね。うん。なので、まずはビークルの方から、ご紹介していきたいので、戻し変形でちょっとビークルの方に戻していきたいと思います。まずはトランスフォームしていきます。トランスフォーム。ギガが5ギ。よ。そんなに工程数がないので助かります。
毎回こう、生配信でね、変形させるってね、結構ね、気使うんですよね。前のね、ザガ対ダンクーガのね、アルティメットダンクーガの時にね、まさかの破損というね、非常に辛い体験をしているので、結構ね、そう、全然ね、慣れてるよなんて思っててもね、やっぱダメなんですよ。ここですね。ここのね、ロックの仕方が結構特殊で、先にこの斜めにダボにね、これを差し込むんですね。まずはダボに差し込んでから内に入れるんですね。これがね、結構ね、最初わかんなかったです。どうやんのこれって、つって。で、こちらの、マフラーパーツの方を伸ばして、ここでロック。こちらも同様ですね。ここでロック。はい、これで変形できました。さあ、ここからですね、こちらのコンテナの方を取り付けていきたいと思います。はい、こちらに、のコンテナはですね、まずは、こちらの突起ですね。これをウィングのここに合わせて接続します。でそうしましたら、後ろのですね、ここの突起とここにね、ダボ穴があるので、ここを合わせて差し込みます。よっ。はい。これでかなりがっつり固定されました。はい。そうしましたら、このマフラーパーツを前に畳みまして、で、この横目のパーツを前に持ってきます。反対側も同様ですね。持ってきまして、で、ここでね、ロックするんですけど、はい。結構ね、合わせるのが大変なんですよね、これ。はい。これでロックできました。で、そうしましたら、ここにもロックがあるので、ここでロックします。こちらも同様に、ここでロック。結構ね、幾重にも、はい、にも渡るロックがあるので、はい、かなりのね、この一体感になります。そうしましたら、このマフラーパーツを回転させて、このホットロッドからのね、マフラーがこっち側に跳ね上げているような感じに、いたします。はい。さあ、これで完成。ドディマスコンボイ。ピクルモードだ。イェイ。おー、できました。これね、すごく素晴らしいですね。まあ、これはね、まあ、なんだろうな、まあ、トレーラーというか、なんというかね、特殊な車両ですよね。はい。あの、まあ、トレーラートラックみたいな感じになりつつも、僕の中ではこうキャンピングカーなんですよね。かっこいいキャンピングカー。うん。な感じがします。ね、ここのね、跳ね上げの、ところなんかもね、このベッドっぽいですよね。この中に入ったらね。うん。なんかこういう感じのかっこいいキャンピングカー最近あるんで、いや僕はキャンピングカーすごい好きなんですよ。だからね、この昔からキャンピングカー結構好きで、だからこの、なんだろう、この形態結構好きなんですよね。で、しかもね、このファイヤーパターンとかね、もうね、跳ね上げマフラーとか、
このね、ここら辺の随所に見られるオフロード的な感じの衣装から、なんかね、こうアメリカ南部を駆け巡るキャンピングカーみたいな、そんな感じがあって、すごくいいですね。うん。このビークル形態はすごく好きです。ただ、当時の、玩具だと、むしろね、ホットロッドの方がすごいね、ちゃんとしたトランスフォーマーって感じだったんですよ。でね、ロディマスコンボイ、近い言ったらね、結構おざなりというか、なんかこうすごいね、シンプル系の変形だったんですよね。うん。だからね、主人公とは思えないぐらいのね、すごいシンプルな変形で、で、実際はね、こっからスッと抜いて、トランスフォーマーね、ロディマスコンボイに変形して、で、後ろのコンテナはね、展開する感じ、いわゆるコンボイ的な感じですよね。トレーラーは別に何もなくて、移動基地的な感じの扱い。で、そこから抜けて、別に単品では成立しないんですけど、ここからぐさっと抜いて、それがロボに変形するって、そういう感じの仕様だったんですけど、今回はね、これがちゃんとね、中がホットロディマスとして抜くことができる。ね。これがね、僕めちゃめちゃいいと思うんですよ。うん。だから、なんかこの、なんだろうな、この形態からさらに一段こう射出されるというかね。うん。なんか、純基地ロボまた言い始めた。純基地ロボ的な感じ。こいつがこう、拠点に行ったらこいつを置いて、これが抜くことができるみたいな。で、さらに、こいつを、ボディにして、巨大合体して、ロディマスコンボになるっていう、この仕様は、やっぱね、当時のパワーアップしたはずなのに、すごいグレードダウンしてるって感じの雰囲気がだったんで、前の当時品は。だからそういうこと考えるとね、この POP 版のこの、ロディマスコンボイの仕様はもう100点だなと思いました。すごく素晴らしいと思います。またね、このブラスターがここにね、搭載されることによって余らないっていう、この仕様もいいですね。いやー、これ、めちゃめちゃいいな。これで遊ぶのも楽しい。で、こうね、押村か、ここにダイアクロン隊員が乗れたらなと。で、なんだったらちょっとこういうところにも空間があって、ダイアクロン隊員中にこうね、休ませることができたら、ちょっと最高でしたね。キャンピングカートランスフォーマーなんつったら、めちゃめちゃ最高ですね、僕は。うん。だからダイアクロン隊員中でくつろげるスペースが欲しかった。ね。なかなかそこら辺は残念ですが、いや、非常に素晴らしいかなと思います。さあ、ここからですね、いよいよ巨大合体して、はい、ロディマスコンボイの方にパワーアップしていきたいと思います。まずはですね、先ほどの状態と同様にですね、こちらを取り外しまして、まずは、ホットロディマスを射出していきたいと思います。はい、こういう状態ですね。はい、そうしましたら、まずは、ホットロディマスの方から合体準備していきたいと思います。はい。まずは、こちらのマフラーを跳ね上げまして、こちらのロックを取り外します。よいしょ。せーの。こっちか。せーの。こっちか。はい。外しましたら、後ろのパーツを、はい。このような感じで、畳んでおきます。で、そうしましたら、腕をですね、前にこんな感じで曲げておきます。こうですね。
そうしましたら、足を横側に展開します。で、そうしましたら、ここパカッと、これは最後でいいか。はい。この状態で合体準備完成です。この状態で待機させましょう。こうか。足をこっち側にしとくんでした。失礼。足をこうして、で、こうか。こうか。こういう状態ですね。はい。こういう状態で待機しておきます。はい。そうしましたら、はい。コンテナ部分ですね。こちらのコンテナ部分は、この、前方の部分ですね。このパーツが取り外せますので、取り外しておきます。でブラスターも取り外しまして、はい。そうしましたら、ですね、こちらですね。まず、こちらは畳んでおいて、で、こちらの足を、はい、起こしておきます。で、そうしましたら、こちらを展開。はい。そうしましたら、こちらも展開いたします。こんな感じですね。おー。はい。ここまで来ましたら、今度はこちらですね。ここを展開して、それでですね、ここを持ち上げます。そうしましたら、このパーツをぐるっと回転させて、で、起こします。そして、こちらを展開して、で、このパーツを下に畳むと。これでボディの完成です。よはい。現在このような感じで3パーツに、なっております。ここから合体させていきたいと思います。まずはですね、このボディパーツのこの部分になんとマトリックスがですね、こう収まるわけです。はい。このマトリックスのパワーによってパワーアップして合体すると、こういうことになっております。で、合体していきたいと思います。はい。こちらのホットロディマスのこのパーツですね。ここをバカッと割ると中から、はい、ロディマスコンボイの、はい、顔が出てきますね。その上で、合体ドドドドド。ここで、そうか、最初にこうして合体すりゃいいのか。合体。はい、こういう状態で合体しておきましょう。はい、そうしましたら今度こちらのパーツですね。このパーツは左右に分割しまして、先端を折りたたむことで、はい、腕パーツにすることができます。こちらも同様。はい、そうしましたら、ここですね。こちらの足パーツに合体。はい。こちらも足パーツに合体。おー、取り付けられました。さあ、最後にこちらを展開して、これ足逆だった。失礼。こっちだった。こちらでした。
これで完成。ロディマスコンボイだ、イエイ。おー、完成いたしました。なかなかのいかつさ。おー、いいですね。この、こうか。ちょっとね、この股関節がね、ちょっと緩くて、なかなかね、こう、うまくかっこいい怒り型のところで止まってくれないんですけれども、ただね、ちょっとかかとパーツがね、ちょっと緩いんですよね。だからこう、後ろにこう、パタッと倒れがち。おー、できた。おー、できたー。おー、見事に、先ほどのね、ホットロディマスから、巨大合体して、ロディマスコンボイの方にパワーアップすることができました。おー、かなりのいかつさ。それとね、本当にね、元のデザインは、本当にホットロディマスがね、おじさんになったっていうぐらいの、変化しかないんですよ。だね、全体的なデザインはね、本当に似てるんです。ホットロディマスの。で、それをね、合体にて再現してるんで、うん。だから、合体後もホットロディマスとね、結構似てる感じになるんですけど、うん。いや、それよく表現してますよね。この胸に来る部分は、ホットロディマスの時はさっきの胸の部分だったんですけど、はい。ロディマスコンボになった時は、ビークロの時のボンネット部分が胸に来てると。うん。だから、同じね、ファイヤーパターンのデザインのね、胸なんですけれども、はい。実はね、使ってる面がホットロディマスとロディマスコンボイでね、違うんですね。うん、ここら辺もなかなか面白い。あとね、この肩ね、この肩も、ね、ロディマス、ホットロディマスの時にね、使っていた、このね、イデオン的な、ね、感じの肩を、ホットロディマスの時は腕パーツなんですけど、ロディマスコンボの時は足を、ここのね、イデオンの肩のパーツのところに持ってきて、ね、変形後も、ちゃんとこう、ね、イデオン型を再現してるというね。うん。使ってるパーツは全然違うのに、最終的なデザインがね、ほんと似たような感じになるっていうのは、うん、よく考えられてる。面白いですね。なかなかかっこいいですね。で、またね、ここもね、ウイングがね、隠れちゃうんですけど、ここにね、ウイング状のパーツを配置することによって、うん、巨大化したウイングっていうね、ちゃんとバックパックも見栄えが良くしているというね。いや、非常によく考えられてると思います。うんうん。なかなか、またね、この、一番の見どころはこのおじさん化現象ですね、顔の。うん。ちゃんと老けております。でね、目元もくぼんで、クマとかもね、できてて、でも目も細くなってね、奥まったとこにあってね、すごい睨み顔してるんですよね。ほうれい線もバリバリに出ててね。うん。もうこれぞ、なんかこう、大人のアメリカ人って顔をしてるんでしょうね。これね、ケツアゴがすごくて。いや、ここら辺もね、アメリカ人の好きそうな感じの顔になってるだと思います。ちょっとね、日本人的な感性とはまたちょっと違うところだと思うんですけれども、ただね、チュルンとした、飾り気のないヘルメットっていうところも、201っぽさが出てて、非常にいいのかな、なんていうふうに思います。
でね、やっぱここまで巨大化で合体してとかっていう、ここのプレイバリューね、それとこの巨大化した感じのこの感じ、このパワーアップ前としたこのね、この感じをもってすれば、主人公ロボとして、申し分ないね、存在感があるんじゃないかな、なんていうふうに思います。やっぱね、当時品のやつはね、むしろホットロディマスの方が豪華な感じがあって、ロディマスコンボになったらね、ちょっと、って、ロボの方がね、ちょっとおまけチックな感じがしたんですよね。だね、なかなかいただけないよって思ってたんですけど、これはすごくいいと思います。さあ、そしてね、さらにこちら、ドドン。先ほどの二丁拳銃ですね。はい、こちらの二丁拳銃のブラスターをですね、ここだっけ？ここで組み合わせ、ここか？ここか。こちらの方で組み合わせることによって、はい、なんと、ものすごい長いね、ライフル銃に、はい、することができます。さあ、このライフル銃を持たせれば、はい、巨大化したホットロディマスにふさわしいね、長さの銃になるというね。ここも非常にいいですね。ちょっとね、動きはすごく癖があります。すごく癖があるんですけど、動かなくはないっていう感じですかね。ほやっぱりね、足は結構柔軟な稼働はするものの、やっぱ肩の稼働がね、いかんせんちょっと、むずいっすね。でも、こんな感じで構えることができるので、必要十分なんじゃないでしょうか。なかなかかっこいいですね。やっぱこのね、当時の玩具ではなかなかこう、主人公ロボとしてはね、なかなか不遇な感じのね、ギミックとデザインともにですね、ちょっと不遇な感じがあったロディマスなんですけど、この POP 版はね、すごく僕はね、主人公ロボとして申し分ない、はい、ギミックを手に入れられたんじゃないかなと思って、非常に素晴らしいなと思いました。はい、チャンさん、生配信での、変形合体、オフ会で変形合体させようとして手元が狂うのと似てますね。そうですね。オフ会もね、やっぱ僕はね、なるべく変形合体させたくないんですよね。実際ね、前回のオフ会で、ね、現地で、フルアーマー合体させたんですけど、いやー、やっぱりね、一箇所ぶっ壊れまして。ね、瞬着持ってきてくっつけますかなんていう風にね、言われたんですけど、いや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 、もう現地でそんなことできないんですよね。だからね、そう、やっぱね、一人でゆっくり変形合体させてね、楽しんでる時っていうのはね、思ってる以上に集中してるんですよ。自分が。で、またね、酒が入ってないっていう方がいいですね。現地に行くとね、微妙に指が震えてるんですよ。やっぱりこう、気づかないぐらいのレベルで、指が震えてたりね、ちょっと力の微妙なこの入り方のこのコントロールがね、微妙に狂ってるんですよね。だからね、自分では知覚できないぐらいの変化なんですけど、それがね、玩具触るときには致命傷になったりするんですよね。怖いですよ。やっぱ外で変形合体させるのは。チャーさん、このロディマスコンボイ初めて見たとき、ワンプロジェクトから出てたヘケヘケロディマス用アーマーを思い出して、ついに公式が出したと感慨深い思いをしました。そうですね。
これ系の、外装アーマーをつけて巨大化するっていう感じが、変形トランスフォーマー、ヘケヘケの、流星を極めていたときにですね、サードパーティーから、追加コンテナがサードパーティーでですね、アドオンパーツで、追加コンテナが出てきて、それがね、バーンって分割して、ヘケヘケコンボに合体すると、それでね、ウルトラマグナス的な感じのパワーアップをするっていうやつが出てね、これがもう大ヒットしたんですよ。ものすごいヒットして、で、それのね、続く第2弾的な感じで、ヘケヘケのホットロディマスに、サードパーティーの、このね、外装アーマー、コンテナパーツが分割して、アーマーとして合体して、それでね、ロディマスコンボになるっていうね、そういうのがあったんですよね。あくまでこうサードパーティーなんで、正規のものじゃないんですけど、これもね、非常によくできてたんですね。また、変形のヘケヘケが、やっぱこの日本のね、このかっこいいっていうのを、こう、かなりのところまでこうぶち込んだ、シリーズだったんで、単純にですね、かっこいいんですよ、ヘケヘケ系のデザインって。だからこのヘケヘケ系の、かっこいいデザイン、日本人が好きな、かっこいいデザインのトランスフォーマーなんです。だからこのかっこいいヘケヘケ版のロディマスに合体して、ロディマスコンボになるっていうので、すごく良かったんですよね。うん。で、それを、この公式が今度はそれをね、やってきたっていう、そういうの、側面があって非常にいいなっていうのは、はい、思いますね。ただ、思うのは、サードパーティー系のやつって、やっぱりこの、どこまで行っても、この、クロスアップ方式というか、元になっているやつに外装パーツがこう、ね、セイントセイヤみたいに合体して、で、巨大化するっていう、まあ、非常にこうオーソドックスな強化合体形態を取るんですけれども、この POP 系って、外装パーツがボディとか下半身になり、ロディマスは変形して上半身を担当するとかっていう、このブロック型担当している部位が変わるっていう、なんかこの変形の妙とか変形の面白さみたいな、こういうところは、やっぱこの、さすが本家の、感じだなと。やっぱこの変形の、させるところの面白みみたいなのは、やっぱりこっちにある、軍配が上がるな、なんていう風な感じがいたしました。うん。どちらも素晴らしいですけどね。うん。僕もね、あっこら辺のサードパーティーめちゃめちゃ好きなんですよね。僕も持ってます、実は。うん。いつかね、ヘケヘケもちょっとやりたい。まあね、ヘケヘケの、コンボイとヘケヘケのジェットファイヤー。これがですね、上下で合体させてね、強化合体、パワーアップみたいな俺合体があったんですけど、これが、大ヒットしたんですよ、この俺合体。これがね、空前の大ヒットをしたんですよね。で、僕もね、すっごい感銘を受けたんですよ。何これっつって。コンボイがパワーアップしたっつってさ。で、しかもね、当然俺合体なんで、公式の合体でも全然ないんですよ。なんですけど、すっごいちゃんと合体すんの。だからね、感動的でしたね。まだ当時は俺合体じゃなくて、トランスプレイだったんですけど、だからね、ヘケヘケっていうのは、うん、すごくね、なんだろう、素晴らしいです。語彙が出てこなかった。いや、ヘケヘケを、がなければ、なんかこう、今のトランスフォーマー熱、日本におけるトランスフォーマー熱ってのはもう一段低かったような気がしますね。なんかヘケヘケでぐーんと、なんかトランスフォーマーの、境地みたいなのが開けたような気がします。それぐらい偉大なシリーズだってことですね。
さあ、そしてですね、やはりこのロディマスコンボイということですので、最近、そこら辺にカコつけて、ご紹介していたのが、ドド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 ド、ドドン。はい。副司令官ですね。副司令官ウルトラマグナス。さあ、そして、こちらですね。僕の魂の基地ロボ、ドドドドド、ドドン。メトロフレックス。おー、おー、素晴らしい。あららららららら。これ素晴らしいですね。やっぱりね、ここら辺のね、メトロフレックスとかウルトラマグナスの、やっぱね、ギミックがね、やっぱりこう、秀でていたというかね、やっぱこっちは強化があったりする、こっちは基地ロボでバリバリね、遊べるっていうね、このプレイバリューから比べたら、やっぱりね、主人公のね、ロディマスコンボイのちょっとギミックが簡素すぎた。なんですけど、やっぱこのね、POP にすることによって、ようやく、この中央に並ぶことのできる主人公ロボっていう感じになって、いやー、感無量ですね。ようやっと主人公ポジを、はい、ダッシュすることができたんじゃないかな、なんていうふうに思います。もうね、当時はぶっちぎりこいつでしたからね、僕の中では。いや、ウルマグもね、めちゃめちゃ、伝説的なロボだったんですけれども、まあね、どちらかというと、ダイアクロン世代の人の伝説級って感じですよね。やっぱ僕の中ではこっちがぶっちぎりだったって感じですね、当時は。でね、だからね、当時のウルトラマグナスはね、確か僕持ってなかったんですよ。いとこのお兄ちゃんが持ってて、でそれを遊ばせてもらってたんですよね。でね、まあもちろんね、当時のね、子供なんで、いやーもうね、まず、中のね、ウルトラマグナスの中の人のね、拳はもうなかったですね。なんかって、余剰パーツなんですよ、拳。余剰パーツみたいなのをね、ことごとく全部なくなってましたね。確かね、このね、ミサイルとかもなくなってたんですよね。だけどね、僕よりもお兄ちゃん世代はやっぱこのウルトラマグナスがあまりにもね、ちょっと偉大すぎるというかね。だから偉大な奴らに囲まれてね、こいつがちょっと不遇だったっていうのはあったんですけど、いや、この POP 版だったら、真ん中にいていいでしょうっていうぐらい、すごくね、素晴らしいんじゃないかなと思います。チャンさん、ウルマグが一番古く見えるのに新商品という不思議。本当ですね。もうね、こいつらは、こいつはね、当時品で、こいつが、まあ、当時品っていうか、まあ、多分、再販されたやつなんですけど、を中古で買ったやつなんですけど、で、これはね、当時品をね、アップデートした、はい、ミッシングリンク版なんでね、当時とデザインは全く一緒なのに、なぜかバリバリ動くというね、この不可能を可能にした系の、いや、だからね、このね、ミッシングリンクってほんと素晴らしいね。もうね、
前回生配信でちょっといじくらせていただいて、でね、その後もね、ずっとね、テーブルの横に置いてね、カチャカチャいじってるんですよ、これ。楽しい。やっぱりね、ミッシングリンクすごいいいですよ。だから、なんだろう、トランスフォーマーもいいんですよ。トランスフォーマーいいんですけど、だからね、トランスフォーマーももちろんミッシングリンク、これね、どんどん拡大してほしいなと思いますね。特に、僕の中では、ヘッドマスターズ、あと、超人マスターフォース、それとビクトリー、ここら辺の主要キャラをね、ミッシングリンク出してほしいなと思いますね。まあもちろん、中途半端なところは出せないでしょうから、ビクトリーだったら、ビクトリーセイバーですよね。と、あとは、あれですね。ロードシーザーが、ミッシングリンクとかで出たら最高っすね。で、まあ、超人マスターフォースだったら、やっぱゴッド陣内ですよね。ゴッド陣内出ていただいて、で、ヘッドマスターズはね、まあ、ちょっと、フォートレスマキシマスはちょっときついでしょうから、ね、クロームドームとか、あっこら辺のね、メインの3体とかね、あっこら辺なんか出たら素晴らしいですね。だからね、やっぱなんだろうな、うん、その、一周こう回るじゃないですか。で、やっぱりこう、すごくかっこよくなって、ね、近年のかっこいいものにリメイクされて、置き換えられて、ほら、すごいでしょ、ほら、かっこいいでしょ、みたいな感じで出てくるんですけど、まあもちろんそれも感動するんですよ。感動するし、すげえと思うし、かっこいいと思うんですけど、なんだろうな、一周回るとですね、やっぱ感動が薄れるというか、やっぱどこまで行っても僕たちってこのロボットを遊ぶのって、今のね、大人の感性で、遊んで楽しいっていうのもあるんですけど、やっぱどっかね、子供の時に得た、エクスタシーというかね、やっぱね、なんだろう、10代の初めの方でしか、1桁台とか10代のね、前の方、前半の方でしか、なんかね、放出されない脳の、化学物質みたいなのが多分あるんですよ。だからね、子供の時にドキ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 したり、しながら遊んでいた。そしてね、全然買ってもらえなかった、あの時にクリスマスとか誕生日に買ってもらえた時の嬉しさ。ああいう時にこう脳の中でドバーッと出た、あの感じのエクスタシーの残り香を思い出してる感じだと思うんですよ。ロボを触ることによって。うん。なんかあの時感じた時の良さのエッセンスを、なんか探し求める旅みたいなことを大人になってやってるような気がするんですよね。だけど、よくよく考えてみると、手っ取り早くその脳汁を得るには、当時遊んでいた玩具触るのが一番早いんですよ。で、でも、じゃあ当時もものすごく素晴らしかったですけど、この令和の時代になって、漫画で遊ぶには、やっぱりこのちょっともうちょっとなんか欲しいみたいなのがあったりするじゃないですか。ちょっと脇開いてくれたらいいのになとか、ちょっと足がハの字にできたらいいのになとか、というちょっと欲も出てくるじゃないですか。だからこういう時にこのミッシングリンクですよね。当時の姿そのままに、稼働をね、入れ込んで、で、しかもね、ちょっとこういうところね、シールで再現してたところを、ね、モールドと塗装にするね、この豪華アップデートみたいなのもやってくれてるんですよ。このミッシングリンクっていうこの方式は、だからね、
そう考えると、このおじさんのロボ玩具好きにとっては、なんか、一番いい玩具の出し方のような気がするんですよね。トランスフォーマーだけじゃなくて、もうはっきり言ってね、勇者でやってほしい。勇者でやってほしい。本当に。あの当時のエクスカイザーとか、ゴッドマックスとか、ウルトラレイカーとか、あとね、マイトガインね、グレートマイトガイン。ああいうのがさ、ミッシングリンクで動いたらさ、ちょっと、すごすぎない？これですよ、これ。これ、ドドドン、ドスン。じゃじゃん。マイトガイ。かっこいい。かっちょいいね。で、勝手に僕ミッシングリンクしてるんですけど、多少。ここちょっと、ちょっと微妙に、ハの字にできるようにしたんですよね。微妙に。でもね、干渉箇所があって、そんなには開くことできなかったんですよね。でも調整しようとするとね、思いっきり削んないといけないんで、後ろのね、パネルの部分を。こんぐらいしかできなかったんですけど、いやでも、ちょっと角度ついてるだけで、だいぶ違いません？ちょっとごめんね、ロディマス。これ、すごい。めちゃめちゃかっちょよくない？うん。だね、これだけでもいいんだよな。脇が、股がちょっと開いて、ちょっと開くだけ。肩は、かなり、優秀なんですよね。だから拳が回転するぐらいでも十分ぐらいなんですけど、マイトガイはね。足なんですよ、この足。この足がね、もうちょい、ね、そんなグリグリ、こんなね、できなくていいんですよ。どうせ、グレートマイトガイになるときにね、すごい荷重ここ耐えなきゃいけないんで、そんなグリグリしなくていいんですけど、ね、多少、こういうのとか、こういうのとかがあってくれて、あとね、もう一個あるのは、この、ね、マイトガインだけなんですけど、この股あるじゃないですか。これ股を、このグレートマイトガインの時に、このももをちょっと開くことができる、この機構、この機構があったら最高なんですよね。グレートマイトガインの時にね、ここがやっぱりね、もうちょい開いてほしいんですよ。足が。本当に、左右5ミリずつでいいから、右にこう、ちょっと開いてほしいんですよね。こういう、本当にちょっとのところを叶えてくれるやつがね、あったら最高なんだけどなぁと思いました。いやー、マイトガインいいね。すごくいい。というね、全然関係ないんですけれども、マイトガイン出してみました。ね、同じ宝なんでね、勇者系はなかなかね、出せるんじゃないかななんていうふうに思うんですけど、勇者に限らずね、どうなのかね、金型とか版権とかがどうなのかはちょっとわかんないんですけど、エルドラン系、ライジン王とか、あとバンダイですよね。当時のあれですね、スーパー戦隊のデラックスロボのミッシングリーグバージョンとかね、出たらちょっとやばすぎない？やばすぎるでしょ。だからね、本当はそういうのが欲しいんですよね。うん。まあもちろん今のね、今の感覚の、かっこいいっていうのを出すっていうのもいいと思うんですけど、なんかね、そう、当時のおじさんのね、玩具好きとしては、なんかね、当時のやつを、ね、デザインそのままに、なんかこう稼働させるとかっていう、
その時のね、脳汁の出方とか、驚きとか、テンションの上がり方っていうのは、やっぱりね、すごいものがあるんですよ。いや、だからね、ぜひ、なんかこう企画してほしいな、なんていうふうに思いました。はい、山中幸雄さん、主さん、皆さん、こんばんは。お疲れ様です。そして、この前、Amazon で SGX シリーズ、シンカリオンシリーズ、ブラックシンカリオンが届きました。そして、500機こだま、楽しみですね。山中幸雄さん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。そして、山中幸雄さんからスパチャを頂戴いたしました。山中幸雄さん、ありがとうございます。乾杯。シンカリオン出ましたね。あれね、出てこない。新しくね、本命の、そうか。小玉ですよね。500小玉だ。500小玉ね。500系小玉。めちゃめちゃいいですね、あれね。シンカリオンの、第1弾のね、一番最初のね、メインギミックである、はやぶさとこだまの強化合体があるんですよ。それが SGX で、稼働もね、再現された形で、ね、強化合体するんですよね。で、しかも、その時はね、シンカリオンも、黎明期というかね、発展途上の状態で、強化合体っていうのを初めて盛り込んできたんで、やっぱりね、こう、ちょっとノウハウが、少なかったのか、でもね、合体した時にね、すっごいガニ股だったんですよね。なんかすっごいガニ股で、合体できたことは素晴らしいっていう感じの、でもっていう、そういう感じがあったんですよ。ガニ股以外はめちゃめちゃいいんですよ。だからね、今回どうなるかななんて思ってたんですよね、SGX で。どんな感じでアレンジしてくれるかなと思ってたんですけど、いやー、やっぱりいいですね。ちゃんとロボの足になってました。ガニ股じゃなくて。で、しかもね、ちゃんと稼働するし、稼働ギミックもあるしね。いや、だからね、いや、素晴らしいなと思いました。こだま最高っすね。この感じで、今度はあれも出してほしいですね。ドクターイエローね。ブラックシンカリオンもいいですね。ドラゴンのやつね、合体してパワーアップしてみたいなね。なんか、ドラゴンケンタウロスみたいな感じのパワーアップ形態があったりね。だんだん SGX もだんだん本格的になってきた感じがしましたね。一気になんか本格的になってきたって感じしますね。だからもしかしたら、なんか、ドクターイエローは目玉商品としてなんかもしかしたら取っといてるのかもしんないですけどね。もしかしたら、夏に小玉での強化合体で、年末に、ドクターイエローと強化合体みたいな感じを狙ってるのかもしれないですけどね。11月ぐらいに出てきたりして、なんていうね。そしたら暑いっすね。いや、だから、僕もちょっと、主要なところだけは、SGX 揃えたいなという欲が出てきました、僕も。はい。やっぱ、小玉の存在はでかいですね。でかい。新カレン SGX、山中幸雄さん、あれチャーさんか。チャーさん。勇者ミッシングリンク、アニメ再現じゃなくて、玩具のデカール再現シールとか選択式ならいいなと。なるほど。
もしね、勇者でミッシングリンクとかがあった場合は、ちゃんとね、当時版のデカールシールで再現してちょっていうやつですね。確かにね、それもいいですね。この、ね、ウルトラマグナスも、この、塗装と、塗装とね、モールドがちゃんとびっちり入ってるんですけど、その上からね、ちゃんと、あの、当時版的な感じで、上からね、シール貼れるシールも付属してるんですよね。だから、選択式っちゃ選択式なんですよね。うん。だから、そんな感じの仕様で勇者ミッシングリンクもやってほしいですよね。確かに、確かに。で、やっぱりこう、シールの方に愛着はあるっていうのもありますもんね。うん。はい、山中幸雄さん、新カリオン SGX シリーズ、E3 翼シリーズ来てほしいですね。そうですね。だからこう結構 SGX シリーズは、最初のね、第一弾初段の、シンカリオンは多分全部揃えてくるんじゃないですかね。結構だって充実してきましたよね、ラインナップね。うん。ね、当初こそやっぱりこう、ね、変形した列車モードの時に、こう結構チンチクリーンな感じがあって、SD 体系っぽくて、賛否あったんですけど、でも、すごくね、扱いやすいサイズだし、ね、で、当時の、あの、初段のね、シンカリオンの良さは、やっぱりこう、車輪を取り外さなくていいっていうね。だから、で、2両で合体するっていうね。っていう良さがあったんで、で、しかも、今回は SGX は、それに加えてね、可動性、それと遊びやすさっていうのも、加味されてるから、遊ぶっていうだけで言ったら、めちゃくちゃいいですよね。だから、結構、ね、最初の初段の、シンカリオンシリーズは、全部置き換えられるんじゃないかな。それぐらいの勢いはあるような感じがしますけどね。それこそ、最初のシンカリオンシリーズの、まあ、ミッシングリンクではないですけど、稼働増強版みたいな感じの位置づけではあるから、そういう意味ではシンカリオンってすごく恵まれた、あれですよね、コンテンツですよね。いや、だからそこら辺もね、創出できちゃうから、やっぱロボットコンテンツとしてね、タカラトミーっていうのはやっぱね、ちょっと別格のあれを持ってますよね。うん。今でも新しいシリーズを成功させてるんですもんね。だから、ね、バンダイもちょっと本格的に勉強した方がいいような気がしますね、タカラトミーにね。昔はしのぎ削ってたじゃないですか。ね。バンダイなんかね、ちょっと舵切っちゃいましたね。ロボット捨てちゃうっていうね。だから、今回、プロジェクトレッドで、ね、いつもよりね、半分で終わっちゃうんですよね。で、それで回転よく回していこうっていうのもあるのかなと思ったり、うん。で、ね、ギャバンインフィニティはもう終わっちゃって、で、次にね、オメガホーンっていうのが新しくスタートするんですけど、このオメガホーンっていうのは、ロボじゃないんですよね、今度はね。モンスターなんですよ。居住なんです。居住特装なんですよ。で、主人公のね、デザイン的にも、なんかちょっとね、ポケモンのサトシ風な感じが見受けられたり、あとは、拡充っていうね、巨大な、居住のデザインがね、やっぱちょっとどこかモンハンっぽい感じもしたりですね。だから、うん、本当に今の特撮が
子供たちから見放されてしまっている状態を、なんとか子供たちに帰ってきてもらおうっていう施策として、今子供たちに人気があるもので、興味引けるものを持ってきたっていう感じがしましたね。で、なんで子供たちの人気のあるものを詰め込むっていうところから、ロボの出番はないという感じになっちゃいましたね。だからメカチック要素といえば、またまた50ジャーからの流れを組んだですね、手持ち武器ですね。なりきり玩具からのジェットへ変形。で、そのジェットが拡獣っていうモンスターの背中に取り付いて武器になるみたいな。うん。で、さらにそれをコアにして、その拡獣にね、いろんな、オプションモンスターを合体させたり、ギャバンインフィニティの時のオプションメカをコンバートして合体させたりみたいな、そのシリーズをまたいでの、ギミックも盛り込んでみたりという感じはあるんですけど、ここの軸にロボはないんですよ。一切なくなりました。だから、特撮に子供たちをもう呼び戻すっていうことがタスクとして、あるのかなと。だからプロジェクトレッドっていうのはそのために、一旦ロボットっていうものを諦めて捨てる。で、捨てるためにスーパー戦隊をやめちゃったみたいな感じなのかなと。だから、それの間のつなぎのためのギャバンインフィニティっていう感じなのかもしれないなと。だからそう考えると、ギャバンインフィニティでメタルヒーローのロボ要素みたいなものは全部まとめちゃって、それ以降はもうロボ要素は全部排していく。うん。だからね、次がね、B ファイターカブトになるのか、レスキューヒーローシリーズみたいになるのか、わかんないですけど、ね、その時には多分ロボットは出てこないでしょうし、だからもうしばらくはもうバンダイから、その基軸のロボットみたいなのは出てこないんでしょうね。と思いました。ただ、それとは裏腹にですね、やっぱうちの全くこのロボットに興味がなくなっていた、うちの子供もですね、オメガホーンは、おっていう感じの興味の食いつきはありました。ありましたね。だから、その目論みは、多分、正しいのかなと思いました。東映が特撮に子供を呼び戻すための施策として、そういうのを持ってきたっていうのは正しいのかなって思いました。うん。ただ、僕はね、ちょっとそれを喜んでいないというか複雑だったんですよね。特撮に子供とかがまた興味を持ってくれるっていうのは喜ばしいことなんですけど、そこにロボがいないんですよね。僕は、実はね、特撮ファンではないんだと思うんですよね。いや、好きですよ。好きですけど、根っこのとこ言うと僕は特撮ファンではないんですよ、きっと。僕はロボットファンなんですよね。ロボータなんですよ、どこまで行っても。だから、ロボットの出ているコンテンツの特撮が好きだったんです。だけど、今は特撮の方に軸があって、そのためにロボは捨てるって言ってるじゃないですか。だから、僕はその東映ファンではないんですよね。東映はいいと思いますし、東映頑張れとも思いますけど、東映ファンではないんですよ。スーパー戦隊ロボット玩具ファンであって、東映ファンではないんですよね。だから東映の特撮がどんなに復活して栄えても、そこにロボが出てこないんだったら、僕は別にって思っちゃうんですよね。
なんかね、寂しい気持ちにしかならないというかね。というのをね、なんか、ちょっとオメガホーン見て、ちょっと思っちゃいましたね。ミニプラで、なんかね、いや、僕、今回こういう風になるってことは、ミニプラはもうなくなるのかなとか思ってたんですけど、ミニプラでね、怪獣が出るんですよね。拡充がね。あれはすごい面白いなって思ったんですけど、ただね、ロボじゃないんだよな。なんかね、すっごいあれですね。辛いなっていう気持ちがすごくありました。えっと、チャーさん、SGX500 小玉ある種のミッシングリンクですね。やっぱり思ってましたね。チャーさんも同じような感じの、はい。僕も同じような感じで思ってました。まあね、ミッシングリンクも、という的な感じですね。要はね、稼働重視版ってことですよね。確かにその通りですね。だからこそね、ほんと頑張ってほしいなと思います、SGX は。遊びやすくてすごく良さそうだし、今度一気に買いたいななんていうふうに思ってますね、最近。やっぱ小玉が出てくると本気出してきますね。なんかね、本気で集めたくなってきた。山中幸雄さん、ブラックシンカリオンが3両編成で500小玉は4両編成だったら、ドクターイエローは4両もしくは5両編成かもですね。確かに。あれの時ってどうだったんですっけ？初段の時のドクターイエローって。確か、まあ、めちゃくちゃでかくなりましたよね。初段の時の、画像。最初のプラレールのは何両だった？かっこいいな今ちょっと見させ、ね、レビューされてるブログをちょっと拝見させていただいちゃってるんですけど、かっこいいですね。でも何両なんだろう。何両っていうのは出てこないな。まあでも確かにね、でも4両かもな。4両でも SGX と、元はちょっと違うんですかね。ちょっと違うかもしれないですね。1、2、5両だ。5両編成です。だから、確かにおっしゃる通りですね。おそらく5両になるかなと思いますね。ドクターイエローは。いや、でもドクターイエローの、初段のドクターイエローのさ、強化合体、めちゃんこかっこいいんだよね、なんかね。もともと槍だったやつが、強化合体するとね、ウィングパーツになるんですよ。すごい巨大な。でこれがかっこいいですね。これ出てほしいな。いや、これめちゃめちゃ出てほしいですね。めちゃくちゃかっちょいい。いや、やっぱシンカリオン、ドクターイエローが多分、マックスですね。まあ、やっぱりドクターイエロー出てきてからがクライマックスって感じしますよね、シンカリオンって。いいな SGX、ドクターイエロー超楽しみですね。山中由紀夫さん、今日から始まったウルトラマンテオすごかったですね。今日からだったんですね。僕、全然見れてない。もう今日ね、2時間半ぐらいしか寝てないんですよね。もう、
朝から大変なことがあっていっぱい。なんでね、もう全然落ち着いて何かをするってことが全くできず。あ、今日からスタートしたんだ。おー、それはいいですね。今後ちょっと続々と情報が出てくるんでしょうから、X とか YouTube でちょっと情報を待ちたいと思います。チャーさん、拡充をロボみたいに合体させちゃおうかな。確かに、いいですね。拡充ロボいいっすね。ミニプラってだと結構可動箇所多かったんですよね。ただ後ろ足がどんな感じなのかっていうのはちょっとね、わかんないですよね。だから、後ろ足にね、なんかこうガチャガチャと接続できるようにしちゃうとかね。で、下駄っぽいやつして。だからあれですよね。銀河マンの銀河王が、ロボットのにならん、なんない、成獣状態で銀河王に合体するみたいなね、そんな感じですよね。いや、だからそれはそれでいいかもしんない。それは楽しいかも。それはチアーさんのちょっと改造を待ちたいと思います。チアーさん、初代はドクターイエローは5両型ですね。すみません、5両です。ありがとうございます。皆さん、さすが早い。これはちょっとね、ブログを見させていただいて、発覚いたしました。いや、でも、やっぱ、ドクターイエロー、超かっこよかったっすね。あれはちょっと跳ねるな。でも、もしかしたら年末かもしんないですね。年末、11月、10月後半か11月ぐらいに出てくかもわかんないですね。いや、そうなったら多分シンカリオ熱いでしょうね。まあ、もちろん、小玉の段階で熱いんですけど、いや、もう一段ボルテージ上がりそうな気がしますね。チアさん、甥っ子にプレゼントした、思い出のシンカリオンです。ドクターイエローね。いいですね。もうね、やっぱこう、ドクターイエロー、だってデカさもめちゃめちゃあるじゃないですか。普通にね、グレート合体した勇者ロボ、そこまではないか。でも、かなりね、巨大でしたよね。いや、だから、やっぱりこう、近年の、スーパー戦隊除いた近年のロボット玩具の中では、もうちょっと破格のプレイバリュー&あれですよね、サイズですよね。遊びやすさ。いや、だから、プラレールめちゃ、じゃあ、シンカリオめちゃめちゃいいですね。で、しかも、子供に遊ばせるというか、子供にね、プレゼントするんだったら、ひょっとしたら、初代が一番適してますよね。Z は、ちょっと子供はむずすぎると思いますね。Z は。それとなくしそう。いろいろ。でね、僕が、まあそうですね。だから、初代のシンカリオンめちゃめちゃ良かったんで、だからこその今回のSGX は、初代の置き換えの SGX は、まあもしかしたらね、もう一回子供に回帰させたいっていう、そういうね、のがあったのかもしれないですね。だからこそのちょっとしたこの SD 系になったのかな。やっぱこう子供はね、子供の人気はやっぱ SD からっていうのはちょっとありますもんね。やっぱガンダムも SD で思いっきり息吹き返しましたからね。SD の爆発なければ多分ガンダムコンテンツ戻ってきてないですからね。下手したらシードとかも始まってない可能性ありますよ。そういう意味でも、やっぱ子供に回帰させるっていう意味でも、第1弾初段のシンカリオンプラス SD っていうのがあったのかもしれないですね。チャーさん、でっかくてかっこよかったな。童心に帰ってました。今僕画像見てそれになってました。いやシンカリオンいいですね。やっぱかっこいい。山中幸雄さん、
でも E5 はやぶさ M2 の SGX 出るといいですね。なるほど。そっか、その次がありますね。その次が、はやぶさ M2 もあったか。確かに確かに。まあでも、はやぶさ M2 はもう年明けでいいんじゃないですか。お正月で。うん。10月後半、11月ぐらいでドクターイエローで、1月ではやぶさ M2 みたいな感じだと、なんかすごい、めちゃめちゃ暑い年末年始になって、なんか夢と希望が湧いてきますね。それだったら僕、今年のクリスマスプレゼント、自分へのクリスマスプレゼントはドクターイエローにするかもしれないですね。もうスーパーセンターなくなっちゃったし。いやー、なんかね、こう、いろいろ、やっぱね、ちょっとロボ談義をね、ちょっとしたりてなかったので、ロボ談義をしたいな、なんていうふうにずっと思ってたんですけど、なのでね、ちょっと、鬱憤が、ここで晴らせました。なのでね、ちょっとなかなかできなかったロボ玩具話をできて、ちょっとね、すっきりしました。ありがとうございます。皆さんに付き合っていただきまして。ということでですね、かなりいい時間になってまいりましたね。ということで、今回はこちらのPOP 版のロデマスコンボイの方をレビューさせていただきました。またね、次回もいろいろやりたいななんていうふうに思ってるんですが、いろいろね、やりたいのがあるんですけれども、どうしようかなっていうのはね、悩みどころのものがいろいろありまして、なのでね、ただね、めちゃめちゃね、面白いものをいろいろ考えておりますので、また次回もね、楽しい企画を考えまして、ガングレビュー生配信していきたいと思いますので、ぜひぜひお時間がございましたら、お付き合いの方よろしくお願いいたします。それでは、パッチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。